し上向けますかね。そうです。吸って吐いて、ここにこう来ることを考える、そのきっかけ、ありがとうと言ってみましょうね。プラネタリウムを見ていただきます。太陽は恒星、昼間の太陽はなんと夜空の星と仲間なのです。ほっとできるひとときを、ひろみボイス。ですね、そうですね、先ほどの方はまた来週いらっしゃるということですので、はい、念のためご確認もお願いしますね。はい。で、あとリラックス療法は引き続きやっていきますので、そうですね、来週も30分前には準備をお願いしますね。はい。OK です。じゃあ次の方が初めてですね。お呼びください。はい。こんばんは。はじめまして。どうぞおかけください。はい。今日がね、初めてでいらっしゃいますね。はい。お名前確認させていただいてもよろしいですか？はい。はい。と読むんですね。わかりました。はい。ありがとうございます。緊張なさらないで大丈夫ですから。はい。カウンセリングというのはですね、まだ日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、とてもいいことでして、ご自身のですね、気持ちと正直に向き合うための時間のお手伝いを私どもはさせていただいているので、はい、誰でも疲れてしまったり、悩みが溜まってしまったり、そうですね、体が自由に動かないとか、そういうことなどがきっかけでどうしたらいいのかなって立ち止まってしまうことはですね、生きていれば何度かは必ずあります。そこで立ち止まって、じゃあ自分がどうしたらいいのかなと考える時間、誰かにどうしようかなって、どうしたらいいですかって聞いてみる時間っていうのは非常に有意義なものでございますので、今日はあなたはその第一歩を踏み出したということで、とても素晴らしいと思います。今日の流れなんですけれども、まず私がですね、60個の質問をさせていただきます。はい、ちょっと多いんですけれども、直感でね、できるだけ答えていただければなと思います。はい。で、その後にですね、目や耳やリンパなどをですね、ちょっと確認をさせていただいて、あと心臓の音も聞かせていただいて、今のお体の状態をですね、物理的に診察させていただきます。はい、でその後にですね、リラックス療法というものを用いまして、心身ともに開放的になるお手伝いをしていきます。このリラックス療法は、お客様一人一人によってカスタマイズしておりますので、まずはカウンセリングと診察の結果をもってですね、決めていこうかなと思っております。はい、そうですね。でその後はですね、必要に応じましてそのままお眠りいただくというところもご準備できますので、はい、今日お時間いかがですか？この後何かご予定ありますか？よかったです。わかりました。お部屋も空いてますので、じゃあちょっとキープしておきますね。はい。ごめんなさい。ちょっと私の自己紹介が遅れてしまいました。私、こちらのですね、院長を務めております、ひろみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい。当院のですね、コンセプトが、
ほっとできるひとときをということでやっております。人間はですね、先ほども言いましたけれども、どんな人でもですね、と落ち込んでしまったりとか、悩んで立ち止まってしまったりとか、ちょっと怖くなっちゃったり、疲れたなって思ったりね、いい時ばっかりじゃないのが人生ですので、そういった時によく眠れたりとか、ちょっと笑えたりとか、あとは例えば空を見て美しいなって思ったりとか、そんなことがきっかけでふーっとね、ほっと一息ねつける時があると、私たちが本来持っている、あなたが本来持っている力というのがじわじわとね、じわじわと湧いてくるんですね。でも大半の方が湧く前にですね、ちょっと無理をしてしまったりっていうこともあったりするので、そういうほっとできるひとときをですね、何かきっかけを作れたらいいなという、またそんな場所にね当院がなったらいいなと、そして人間が本来持っている自分で自分を癒す力とか、傷を自分で治す治癒力の高めるだったりとかですね、そういったお薬も使わないで元気になるということをモットーにやっておりますので、ちょっとねそんな方針でやってますよということをご紹介させて、ください。ありがとうございます。では、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、早速ですねカウンセリングしていきますね。カウンセリングというか60個のあなたの質問みたいな感じですね。60 questions という感じで少し教えてください。ではいきますね。今のご職業は何ですか？ありがとうございます。あなたの家族構成を教えてください。いいですよ、好きなところからで。そうなんですね。3つ目、あなたがですね小さい時に好きだったこと、何でも構いません。何がお好きでしたか？そうなんですね。ありがとうございます。小さい時にですね、逆に嫌いだったこと、やりたくないなと思っていたこと、何でもいいので教えてください。ありがとうございます。小さい時にですね好きだった科目は何でしたか？では、得意だった科目も教えてください。いいですよ。小さい時に嫌いだった科目は何ですか？いいですよ。では、不得意だった科目は何ですか？わかりました。ありが
います。生まれてから今日に至るまでで構わないんですが、何かスポーツはされたことはありますか？はいはいはい。はい、ありがとうございます。同じく小さい時から今日までに至って何か芸術的なことに触れたことはありますか？もちろんです。はい。いいですよ、いいですよ。はい。なるほど。ありがとうございます。休みの日にですね、何をすることが多いですか？そうですね。今、はいはい。そうですね。多い。はいはいはい。はい、ありがとうございます。今ですね、どなたと一緒に住まれてますか？あるいは一人暮らしですか？はい、わかりました。それはいつからですかね？はい、ありがとうございます。一日にですね、何回くらい食事をされますか？はい。今のことなんですけれども、何時頃に起きることが多いですか？はい。はい。何時頃ですね、食事をとりますか？はい。はい。そうですね。はい、わかりました。何時頃にですね、お風呂に入ることが多いですか？そうですね。どちらでもいいですよ。はい。はい、わかりました。何時頃お眠りになってますか？そうです。はい。はい。わかりました。お布団に入られてからどのくらいの時間がかけて、本当にこう入眠したなっていう感じがしますか？もう大体で大丈夫。こうなんとなく自分の感覚でね、大丈夫です。はい。わかりました。寝ている間に夢は見ますか？はい。起きた時、目が覚めた時ですね。目が覚めた時に一番最初に思うこととか感じることは何かありますか？わかりました。目が覚めてからすぐに起き上がることはできますか？はい。起き上がってすぐにやることはありますか？はい。歯はですね、1日何回くらい磨きますか？最近ですね、笑ったのはいつですか？いいですよ、ご自身の感覚で。はい。はい、わかりました。はい、では最近ですね、怒ったのはいつですか？はい。最近泣いたのはい
つですか？うんうん。はい、わかりました。一日にですね、どのくらい歩いていらっしゃいますか？そうですそうです。あ、時間でもいいですし、歩数でもいいですよ。うんうん。あ、もちろん、はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、一日にですね、どのくらい太陽の光を浴びていらっしゃいますか？うん、あ、そうなんですね。はーい。お酒は飲まれますか？はい。どのくらいの頻度飲みますでしょうか？わかりました。おタバコは吸われますか？うん。はい。うんうん。わかりました。スナック菓子などのお菓子は召し上がりますか？うん。はい。召し上がるときはどのようなものを食べますか？そうですそうです。あ、そうですね。一般的な胡椒でもいいですし、メーカー名言っていただいても。うん。うんうん。あ、なるほど。はーい。あ、わかりますよ。うん。はーい。今日ですね、どうしてここに来てくださったんですか？うん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 。ええ、そうですね。はーい。うん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここにですね、来ることをいつ頃から考えていらっしゃいましたか？うんうんうん。あ、そうですか。ここに来ることを考える、そのきっかけ、具体的に教えてください。はい。うん。はい、ありがとうございます。普段ですね、ストレスは感じますか？はい。ストレスと聞いて何を一番先に思い浮かべますか？うんうん。現在ですね、服用されているお薬はありますか？うん。はい。はい、ありがとうございます。過去にですね、大きな病気をされたことはありますか？うん。はい、ありがとうございます。今のですね、ご自身のお体の状態を言い表してみていただけますか？何でもいいですよ。はい。はい。うん。
りがとうございます。今ですね、アレルギーなどはお持ちでいらっしゃいますか？わかりました。はい。ご自身もですね、動物に例えると何になると思いますか？はい。はい。はい、ありがとうございます。なぜそれに例えましたか？はい。うん。はい。なるほどですね。はい、ありがとうございます。最近ですね、走ったのはいつ頃ですか？そう、走ったの。全力でなくても。はい。はいはい。はい。それは何で走ったんでしょうか？うんうん。はい、ありがとうございます。普段ですね、寝る時の姿勢、どんな姿勢で寝ることが多いですか？うん。はいはい。うん。はい。起きている時に一番楽な姿勢はどんな姿勢ですか？そうですね、ちょっと考えていただいて。はい。はい。はい。一日の中でですね、何をしている時間が一番多いと感じますか？うん。そうですね、活動している時で。はい。うんうん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。便通はいい方ですか？悪い方ですか？うん。はい、ありがとうございます。出ないときはどのくらい出ないことがあります？そうなんですね。はい。ありがとうございます。あなたの好きな色を教えてください。はい。逆に嫌いな色を教えてください。はい。あなたの好きな服のタイプを教えてください。はい、ありがとうございます。嫌いな服のタイプも教えてください。はい。今ですね、好きな人はいますか？これは恋愛とかに限らず、憧れ的な存在でもいいですし、お友達とか先輩とかでも構いません。この人のことを好きだなって思う方がいらっしゃったら教えてください。いるかどうかでいいですよ。
はい、ありがとうございます。この人嫌いだな、苦手だな、できれば関わりたくないなという方は思い浮かびますか？はい、ありがとうございます。あなたの好きな言葉は何ですか？いいですよ。はい。はい、ありがとうございます。嫌いな言葉はありますか？はい、ありがとうございます。今までで一番悔しかったことはと聞かれて、一番最初に思い浮かぶことは何ですか？ありがとうございます。では最後の質問です。今までで一番嬉しかったことはと聞かれて、一番最初に思い浮かぶことを教えてください。ありがとうございます。以上で質問は終了です。では続きまして、目や耳や、心臓の音なんかを聞いていきますね。はい、ちょっと消毒しますね。ちょっと疲れましたよね。はい、深呼吸しといてください。それではまず目の中から見ますね。ライトを当てますけれども、直接光を見ないようにご注意ください。では失礼いたします。はい、左目から見てますよ。少し上向けますかね。そうです。ありがとうございます。今度ちょっとだけ下を向いてくださいね。そうです、そうです。いいですよ。少し右向けますか。 OK です。左向けますか。いいですよ。ありがとうございます。で、今度右目見ていきますね。失礼します。少しだけ上向けますか。はい、下向いてくださいね。もうちょっと下、もうちょっと下かな。はい、ありがとうございます。今度は、左を向きましょうか。ちょっとだけ、いいですよ。今度右を向いてください。目だけね。はい、 OK です、 OK です。ありがとうございます。では今度は私の指、この指を折ってください。両目で、はい、いきますよ。
きますね。はい。では左耳から失礼しますね。はい、失礼します。ちょっと見ていきますね。結構綺麗ではありますが、私の声は聞こえますか？クリアに聞こえてますか？大丈夫そう。このくらいの声はどうですか？このくらいの声も聞こえてますか？このくらいはどうでしょうか？わかりました。いいですよ。はい。では今度右耳見ていきますね。はい、失礼します。こっちも綺麗ですね。私の声は聞こえてますか？よく聞こえます。私の声は聞こえてますか？よく聞こえます。はい。じゃあこのくらいの声はどうでしょうか？このくらいの声、ちょっと聞こえづらいかな？ちょっと聞こえづらいかな？聞こえますか？聞こえる？はい、わかりました。このくらいの声はどうでしょうか？大丈夫？大丈夫ですか？わかりました。はい、いいですよ。ではね、心臓の音聞いていきますね。じゃあ少し腹膜ってください。失礼します。息も吸ってくださいね。吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って吐いて、はい、いいですよ。ちょっとね、お口の中も見ますので少し開いてください。はい、ちょっとあーって言えますか？そう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 、いいですね。はい、ありがとうございます。では、リンパですね。この首のあたりですね。はい、少し触診をしていきますね。はい、失礼します。よいしょ。この辺痛みますか？大丈夫？はい。この辺は大丈夫ですかね？少し押しますね。はい。この辺は鎖骨のあたりは痛みませんか？わかりました。ちょっとお顔失礼しますね。少し傾けます。少しだけ。わかりました。ちょっとね、首をこう伸ばしていただいて、肩一回上げてストーンと、はい、もう一回上げてストーンと、そうです。で今度お顔をですね、お顔を右の方にちょっとだけ傾けていただいて、戻して、今度左に傾けて戻して、はい、 OK です。少しですね、目を閉じていただいて、眼球の方をちょっと指圧して、跳ね返りをチェックします。はい、じゃあ目を閉じてくださいね。はい、失礼します。軽く押します。もし痛かったりしたら言ってください。痛かったりしびれとかがあったら言ってください。大丈夫ですか？口も大丈夫かな？はい、いいですね。はい、痛いところなかったですか？はい、わかりました。
疲れ様でした。今日いろいろとご質問させていただいて、診察もしまして、今日のちょっと療法を決めていきたいんですけれども、まずですね、ちょっとお体が、物理的に疲れていらっしゃるのかなというところと、小さい時からですね、いろいろと頑張ってこられたので、そのねことが積み重ねて今、その頑張ってきた我慢してきたものっていうのがちょっと、出ているのかなという感じがいたします。それがきっと症状として出てきているからこそ、これはちょっと良くないなと思って来てくださったと思うんですけれども、必ずいい方向に向かいますので、あなたが前向きな一歩をねすでに踏み出していらっしゃるので、踏み出した以上はですね、いい方向にしか行きません。ベクトルのように向いた方向に行きますから、怖がらなくても不安に思わなくても大丈夫です。ですね、今日からちょっと進めていきたいなと思うのが、お耳と目、耳と視覚ですね。目から入るものも耳から入るものも非常に大きな影響を与えます。あとは口から入るものなんですけれども、それはご自宅でね栄養のあるものをとっていただくということになりまして、これはまたご説明をさせていただきますが、今日はですねここでしかできないアプローチということで、耳と目のですね、リラックス療法を取り入れていきたいと思います。でこの2つを先にですねほぐしまして、感度を高めてから今日は目を閉じて、目を閉じると、映る映像があるんですね。星空とか宇宙とかそういったものの映像、いわゆるプラネタリウムみたいな映像なんですけれども、そちらで耳と目を同時に刺激をするというですね流れになります。でこのままですね目を閉じていただいて眠っていただくという流れになるんですけれども、この療法で一番大切なのは、先ほども申し上げました通り、耳と目のですね感度を高めるということになります。でどのようにして感度を高めるかと言いますと、まずはリラックスして副交感神経を刺激することから始まるんですね。とはいえご自身で耳をこうやって押すのもいいんですけれども、やっぱりいろいろと考えてしまったり、どこか力が入ってしまったりと、なかなか自分では完璧にすることはできないので、私たちがアプローチをしていきます。で今日はですねこのまままずは立ったままの状態で耳をほぐしていきます。緊張なさらなくても大丈夫です。とっても気持ちがいいですので、目を閉じていただいても大丈夫です。背もたれございますので、じゃあちょっと準備しますね。ではですね、こちらの左耳の方からしていきますね。まずはですね、お耳の操縦からしていきます。簡単にブラシで、撫でていきますので、その感覚を、ご堪能ください。失礼いたします。続いて少し大きなブラシでいきますね。
右耳と交互で行っていきます。大きなブラシです。次にこちらの美容液を使って、耳の中をですね少し、拭き取っていきます。では拭き取りますね。ではさらに耳の中を綿棒で掃除します。では最後にですね、耳をマッサージしていきます。
マッサージです。目をまず閉じていただいて、少し温めますね。消毒しましょう。閉じてください。失礼します。そうです。目をゆっくりと閉じて、この厚みというか重みというか温かさなどをゆっくりと感じてくださいね。そうです、そうです。そう、ゆっくりとゆったりと体が楽になるような、重力を感じない体になるような、ふわふわとどこかに浮いているような感覚で楽にぼーっとしてみてくださいね。そうです、そうです、そうですよ。ではゆっくりと外しますね。ちょっとぼんやりしてきました。 OK です、はい、ではですね、今から目を閉じて開いての運動をします。はい、ではまず目をキュッと閉じてください。キュッと力を入れてしっかりと閉じる。これ以上閉まらないよというような感じでキュッと閉めていただいて、ゆっくりと開けます。ゆっくりと開ける。もう一度キュッとギュッと。もうこれ以上閉まることができません。閉めることができませんというような感じで閉めて、ゆっくりと開けます。そうです。最後です。もう一度ギュッとギュッとギューッと閉めます。ギューッとね。はい、そのまま5秒数えましょう。1、2、3、4、5。ゆっくりと開けます。はい、いいですよ。そしたら今度は目の、姿勢もちょっと変えます。私と一緒にやりましょうね。まずは右を見ましょう。右戻して、そう戻してと言ったら目を合わせてくださいね。今度は左を向いて戻して、そう次に上を向きます。上戻して、下を向いて、顔はできるだけそのままで下を向いて戻して、もう一度右左上下右左上下右左上下戻る。そうです、おかえりなさい。はい、そしたら今度はぐるーっと右から上左から下とつなげて円を描くように動かしてみましょうね。そうです、右からスタートしてぐるーっと右からぐるーっと回って、今度はこっち左に回って、もう一度ぐるーっと回ってぐるーっと回る。できましたか？いいですね。はい、そしたら少しハンドムーブメントで目の疲れを取っていきますので、はい、ちょっとお待ちください。ではよーく手を見てくださいね。はい、ここまでよく頑張ってきましたね。あなたはとても素晴らしい人です。誰にも何も言われなくても自分のことを認めて、よく頑張ったねという言葉をかけてあげてくださいね。あなたの声をあなたが一番聞いているので、優しい言葉をできるだけかけてあげてください。
体は少しずつその言葉に反応するようになります。疲れた時は疲れたなぁと、それくらい頑張ったんだなぁということを認めて、よく頑張ったね、偉いねという言葉を惜しみなくかけてあげましょうね。そうです、そうです、そうです、そうです。大丈夫。あなたは前に進んでいるから大丈夫ですよ。はい、ちょっとふわふわしてきましたか。タッピングしますね。少し目を疲れを取っていきます。タッピングしたら今度は少し揉んでいきます。ふわふわっとした気持ちになってきましたか？力を抜いて大丈夫ですからね。あなたを応援してくれる人の方が多いんですよ。あなたが輝く場所は必ずあります。自分を諦めないで、自分を卑下しないで大丈夫。あなたはとても素敵な人ですよ。大丈夫。いつも頑張ってる自分の体と心にありがとうと言ってみましょうね。大好きだよって言ってあげましょうね。ありがとう、大好きだよって。よく今日まで頑張りました。よく今日も頑張りました。偉い。本当によく頑張ってる。本当に頑張ってる。偉いです、偉いです。そうしたら今からアイマスクをしていただいてプラネタリウムを見ていただきます。もしお好きじゃなかったらこちらのサイドボタンを押して止めてくださいね。では、いってらっしゃいませ。おやすみなさい。本日は冬の星空のスターウォッチングの旅へ参りましょう。寒気を含んだ北風が吹きつける冬。寒くてスターウォッチングには厳しい季節と言われていますが、身支度をしっかりと整えた上で、ぜひ頭上の星空を見上げてみてください。冷たく澄み渡る透明な大気の中で明るい星々が瞬き合う様は、一年の中で最も豪華な星の輝きに包まれる幸せを味わわせてくれます。誰の目にもまず真っ先に留まるのはオリオン座の金星の取れた姿でしょう。左肩に輝く赤いベテルギウスと足元に輝く白いリゲルの2つの一等星、それに3つの星が斜め一列に行儀よく並んだ三つ星。その美しい配列には思わず見とれてしまうでしょう。この赤いベテルギウスと南の空で
青白くギラギラ光るシリウス、それにプロキオンの3個の一等星で形作られる冬の大三角も一目でわかります。これを目印にすれば、明るい冬の星座たちを難なく次々と見つけ出すことができます。こちらは12月の北の空です。北の空高く北極星を見つける目印のカシオペア座の W 字形が見えますね。西の空低く夏の大三角が傾き、東の空からは冬の大三角が昇り始めます。日暮れが早く、同時に大きな三角形を見ることができます。こちらは12月の南の空です。真南の中天にクジラ座の巨体が横たわっています。その心臓のところに輝く赤いミラは、2等星から10等星まで大きく明るさを変える変光星で、暗くなった時には見えないことがありますので、よーく注意をしながら見てみてください。こちらは1月の北の空。北極星を見つける目印のカシオペア座の W 字形が北西の空へ傾き、北東の地平線からは北斗七星が顔を見せています。頭上のあたりでは魚舎座の一等星カペラの黄色みを帯びた輝きが見えるでしょう。1月の南の空では、南東の方に佇むベテルギウスとシリウス、それにプロキオンの3個の一等星を結んでできる冬の大三角に目がつきます。頭上のあたりではヒアデス星団とプレアデス星団、2つの星の群れが目を引きます。では2月の北の空は、2月の北の空では北極星を挟んで西側にカシオペア座の W 字形が、東側には北斗七星が見えています。どちらからたどっても北の目印、北極星がすぐに見つかります。頭の上では魚舎座のカペラの輝きがさらに目につくようになるでしょう。一方南の空では、真南の中天でオリオン座のベテルギウスと大犬座のシリウス、それに子犬座のプロキオンの3個の一等星を結んでできる冬の大三角がより目につくようになります。ここに見えるプレアデス星団も目を引く存在です。凍りつく冬の夜空の透明度は一年を通じて最も素晴らしく、小さな星までよく見通せます。まして明るい一等星が7個も輝いているのだから、星空の美しさと輝きは一年で一番と言えます。冬の星座探しで最初の目印になってくれるのは、明るい6個の一等星をぐるりと大きく結びつけてできる冬の大六角形です。真南の中天でギラギラ輝く大犬座のシリウスから、子犬座のプロキオンへと時計の針と同じ方向へ目を移していき、双子のポルックス、魚舎座のカペラ、牡牛座のアルデバラン、オリオン座のリゲルへと結びついていけば、大きな六角形の出来上がりです。冬の夜空には
明るい星が多いので、とても簡単に星座の姿を見つけることができます。しかし、見つけるための良い目印があった方が良いわけで、その代表例の一つが今ご紹介した冬の大六角形です。これはとても大きな六角形なので、その気になって星をたどらないとはっきりつかめないかもしれません。そんな時はさらに形のつかみやすい冬の大三角を星座探しの目印にされると良いでしょう。冬の夜空を見上げてまず目に留まるのは、全天一明るい星としておなじみのシリウスです。ギラギラといった印象で輝いているので、さすがに街中の夜空でもわかります。このシリウスを中心にして V 字形に腕を広げると、左手の先に子犬座の白色の一等星プロキオンが輝き、右手の先にはオリオン座の赤い一等星ベテルギウスが輝いているのが目に留まります。シリウス、プロキオン、ベテルギウスの3個の明るい一等星を結んでできる逆三角形が冬の大三角。真冬の真南の中点にできるこの三角形は、一目でそれとわかるでしょう。さて、ここからは冬の星座について少し説明をしていきましょう。冬の星座は牡牛座、オリオン座、双子座、子犬座など、一度は皆さんが耳にしたことがある星座もあれば、一角十座、魚舎座、友座、龍骨座など、あまり聞き慣れない星座もあります。少しだけそれらの星座の位置を確認してみましょう。まず牡牛座です。冬の宵に頭上を見上げてみてください。すると小さな星の群れプレアデス星団と V 字形の星の群れヒアデス星団を見つけることができます。牡牛座の目印はこの2つです。プレアデス星団は牡牛の肩先、ヒアデス星団は牡牛の顔にあたります。大神ゼウスがエウロパ姫をさらった時に変身した白い牡牛の姿とされています。続いてオリオン座。冬の夜空だけでなく、年間を通して星空の中で最も華やかしくて美しいとされる狩人オリオンの姿を描き出したこの星座。斜め一列にきちんと並んだ三つ星を中心に、赤い一等星ベテルギウスと白色の一等星リゲルの輝きです。その金星の取れた姿は誰にでも一目でわかるほど鮮やかと言えます。こちらは大犬座。真冬の宵の南の中点でギラギラといった印象で輝く明るい星。すぐに目に留まります。大犬座の口元に光るシリウスです。シリウスは明るさマイナス 1.5 等の星で、星座を形作る星としては全天の中で一番明るいとされます。大犬座はこのシリウスの他にも明るい星が多く、とても形のつかみやすい星座と言えるでしょう。続いて一角十座。大犬座のシリウス、
子犬座のプロキオン、オリオン座のベテルギウスを結んでできる冬の大三角の中にある星座です。冬の南の中点にかかるかなり大きな星座ですが、ごくごく淡くてその姿は見つけにくいでしょう。額に長い角の生えた一角獣はもちろん想像上の動物で、捕まえれば幸運を授かると言い伝えられています。魚舎座、真冬の宵の頭上を見上げてみると、黄色みを帯びた明るい星が輝いています。これが魚舎座の一等星カペラです。魚舎座は将棋の駒のような五角形に星が並び、その一角にカペラが輝く、とてもわかりやすい星座です。メスヤギを抱く老人の姿とされ、神話ではアテネ三代目の王エリクトニウスと言われています。冬の星空にはうさぎ座と鳩座も描かれています。オリオン座の南にある小さな星座がうさぎ座。狩人オリオンの足元にうずくまるように描き出され、そのすぐ東には猟犬の大犬座があります。うさぎ座のさらに南にはオリーブの葉を口にくわえた鳩座があります。これはノアの箱舟から放たれた鳩の姿を描き出した星座とされています。それでは冬の星座神話をここでご紹介いたしましょう。まず牡牛座の神話。ある晴れた昼下がりのこと、フェニキア王の娘エウロパ姫が海辺の牧場で侍女たちと花を摘んでいると、どこからともなく白い牛が近づいてきてエウロパ姫のそばにうずくまりました。エウロパ姫が優しく背をなでてあげると、牛は乗ってごらんなさいというように身をすり寄せてきました。姫が面白半分に背に乗ると、牛はすくっと立ち上がり、たちまち海の中へ駆け込んでいってしまいました。侍女たちの呼び叫ぶ声もはるか遠くにかすんで、もうどうすることもできません。私をどこへ連れて行くの？エウロパ姫がそっと牛に尋ねると、牛は、私は大神ゼウスでお前を花嫁にするのだよと答えました。牛とエウロパ姫は地中海を渡り陸地にたどり着きます。この地はやがてヨーロッパと呼ばれることになったそうです。プレアデスとオリオン。プレアデスの7人姉妹は月の女神アルテミスに侍女として仕えていました。ある月の明るい晩、森の中で踊り遊んでいると、天界の狩人オリオンが割り込んできました。狩人オリオンは7人姉妹に恋心を抱いていましたが、彼女たちは乱暴者のオリオンを恐れていたので、大慌てで逃げ、女神アルテミスに助けを求めました。女神が7人姉妹を衣の裾に急いで隠すと、
オリオンは気がつかずキョロキョロしながら行ってしまいました。オリオンが去った後、女神アルテミスが衣の裾を上げると、七人姉妹は美しい鳩の姿に変わって外へ飛び上がり、プレアデス星団となって輝き出しました。ところが後にオリオンも星座となったから大変です。星の日周運動でプレアデスを追うようにオリオンが空に昇ってくるので、七人姉妹たちは再び西へ西へと逃げる羽目になったそうです。皆さんは星空散歩という言葉を聞いたことがあるでしょうか。星を見ながら夜空を好きなように巡る空想上の散歩のこと。人は想像することでどんな乗り物よりも早く遠くまで旅することができます。満天の星はもちろん、遠くに街の明かりが小さく見えたり、周りに木々がうっすら見える星空も魅力的です。動物や植物の息遣いを感じながら、なぜこの宇宙に生まれてこうして地球に立って夜空を見ているのだろうと想像してみたりします。そんな時、いつもどこか切ない懐かしさを季節ごとの風に感じるのです。地上ではいろいろなことがあります。でも夜空の星はいつも変わらずに輝いています。さあ、今夜は私と一緒に星空散歩に出かけましょう。月があったから人は宇宙を目指したのでしょうか。当たり前のように月を眺めてきたけれど、もしも地球に月がなかったら空はきっと寂しいものだったでしょう。青い昼間の空が少しずつ赤く黄色く染まっていく。月の輝きがいよいよ増して明るい星も見えてくる頃です。ぐいっと濃紺の闇が迫ってきます。地球で見られる一番美しい景色の一つだと思うのです。降るような星空の下では天の川の迫力に圧倒されます。静かに見える星空はダイナミックな営みを繰り返しているのだと改めて感じます。地面に寝転がって草の香りに包まれながら空を見上げてみてください。季節によって虫の声や風の匂いが違うことに気がつきます。そして豊かな生命を乗せた小さなこの星についてゆっくりと思いを巡らせてみましょう。
人工の明かりがない場所で見る星空は、空との区別がわからなくて宇宙に溶け込んだようです。やがて東の空が少しずつ明るくなり、空を埋め尽くす星たちは朝の光の中に一つずつ消えてゆきます。日が暮れる頃、空の色がぐんぐん変化します。季節によっても夕焼けの色は異なり、見飽きることのない光景です。景色の美しい場所へ出かけることができない日もできない人も平等に見ることのできる地球で最も美しい光景の一つだと感じます。やがて東から夜がやってきて、一番星がぐっと明るさを増していきます。時間が経つにつれ、生き生きと星たちが輝き始めます。明るい星がいくつか見えてきたところで、星と星をつないで何かの形にたどってみると、星がつながりを持って見えるような気がしてきます。ここで星座の出番です。オリオン座や大熊座の北斗七星のように、特に整った形の星座もあります。意味を持って星が並んでいると昔の人が考えたのもうなずけます。そんな時、ずっと昔の歴史の本でしか知らない時代を生きた人たちも、きっとこうやって同じように星を見つめていたのだろうなと思いを巡らせます。海に囲まれた日本では、漁師に夜明けの時刻を教えた星が、遠い大地では川の氾濫を知らせたそうです。星空は大きな時計になったり、カレンダーになったり、疲れた心を癒したりしながら、いつも人と共にあったのでしょう。キラキラの星を眺めるだけで幸せな気持ちになりますが、夜空のことを少し知っていると世界が広がる気がします。宇宙はどこまでも奥が深いのです。ここからはその入り口を少しお話ししてみたいと思います。夜空の星や月、太陽、私たちの地球はどこが違うのでしょうか。ここでは大きく恒星、惑星、衛星の3つに分けて整理しましょう。まずは星座を作る星たち。これらは常なる動かない星という意味で恒星と呼ばれています。昔の人は動かない星と星を結んで星座を考え出しました。恒星は自分で光や熱を出して輝いています。太陽は恒星。昼間の太陽はなんと夜空の星と仲間なのです。恒星の周りを回るのは惑星。
星空の星の間を惑うように動きます。地球は太陽の周りを回る惑星で8姉妹です。特に地球に近い5つの惑星は太陽の光を受けて明るく輝くので、何日か見ていると恒星の間を動いてゆくのがわかります。惑星は明るくて色も様々で楽しいです。惑星の周りを回るのが衛星。月は地球唯一の衛星です。地球に近くて一番親しまれてきた天体ですね。このように太陽を中心に8つの惑星が回っていて、地球は太陽から数えて3番目を回っています。これらの惑星とその衛星をまとめて太陽系と呼びます。太陽系は銀河系という1000億個以上の恒星の大集団の端にあります。星の大集団銀河は宇宙には無数にあるのです。私たちにとって地球はとても大きく感じられますが、太陽系最大の木星は直径が地球のおよそ11倍もあります。質量は他の7つの惑星をすべて足してさらに2倍するより大きいのです。惑星に比べると恒星はもう貫禄が違います。太陽は太陽系すべての惑星を合わせた質量よりもずっと大きく、木星のおよそ1000倍。さらに銀河系の中には太陽よりずっと大きな恒星がたくさんあり、例えば夏ならさそり座のアンタレス、冬ならオリオン座のベテルギウスなどいくつも見つかります。どちらも質量が太陽の何百倍もありますが、光のスピードで何百年もかかるところにあるため、光の点としてしか見えません。銀河系の外にはさらに銀河が無数にあります。そんなにたくさんの星があっても、現在生命の確認がされているのは地球だけなのです。星の名前や星座がわからないときには、星の明るさの違いを楽しむのも一興です。星の明るさに注目して数字で表したのが2000年以上前のギリシャの天文学者ヒッパルコスでした。目で見える一番明るい星を一等星、目で見える一番暗い星を六等星とし、それが現在でも使われています。一等星より明るい星はゼロやマイナスを使って表します。小さくても地球に近い星は明るく見えます。街中では二等星か三等星くらいまで見え、四等星ばかりの星座は少し見えづらいかもしれません。出かけた先で
見える星の数を数えてみましょう。今度は明るく目立つ星を選んで色を見比べてみましょう。双眼鏡を使うと色の違いがわかりやすいです。星は白か黄色だと思っていたら、赤っぽい星、クリーム色の星、水色の星など、よく見ると結構カラフルなのです。青白い星はシリウス、黄色い星は魚舎座のカペラ、オレンジ色に輝く星はオリオン座のベテルギウスです。太陽が沈んで間もない、まだうっすら明るい空に最初に見えてくる星が一番星です。なるべく遠くを見る感じで探してみましょう。空が暗くなるにつれて2番星、3番星も見えてきます。特に金星は空を見上げることが少ない人でもふと目を奪われるほど明るく金色に輝いています。そのため金星が一番星だと思っている人も多いかもしれません。実は一番星は星座の一等星だったり惑星だったり、季節によって変わります。最も身近な夜空の天体は何といっても月。星の見方がわからなくても月は簡単に見つけることができます。周期的に形や空に見える位置が変化するので、いわゆる旧暦は月を暦の基準としていました。また三日月を暦にしたという記述も残っています。春と秋の三日月は傾きが異なります。望遠鏡がなくても表面の模様まで見られることも魅力の一つです。月にまつわる言葉が話題になることもありますね。ブルームーンはその月の2回目の満月。また日本より緯度の高いイギリスなどでは地平線に近く赤みかかった月をストロベリームーンと呼ぶこともあります。みずみずしくて美味しそうなネーミングですね。ところで月はどのくらいの大きさに見えるでしょうか。低く見えている時には地上の景色と比べるためなのか大きく見える気がします。5円玉を手に持って腕をいっぱいに伸ばしてみると、真ん中の穴の中にちょうど月が入ります。空高く見える時にも同じように入ってしまうのです。案外小さいですか？それとも大きいと感じたでしょうか？ちなみに月の実際の大きさは直径が地球のおよそ4分の1です。月は人類が行ったことのあるただ一つの天体。いつか月から青く美しい地球を眺めてみましょう。
計やカレンダーがなかった時代、太陽や月、星は大切な目印でした。星は時刻や季節を知るために使われ、現在の暦へとつながりました。エジプトではシリウスが昇る頃、ナイル川が氾濫しました。シリウスに先駆けて昇る星は、そろそろシリウスが昇る季節だよと教えてくれました。秋には水亀座など水にちなんだ星座がたくさんありますが、これは星座が誕生した古代メソポタミア地方で雨季が訪れる時に太陽がこの星座の間を通ったからです。星座はまず北半球で作られましたが、大航海時代に南半球の星座も作られていきました。昔の人は太陽の通り道にある星座や月、時折現れる彗星などが国家や王様の運命を予言すると考えました。そのため天体の動きを観測する天文学者は時に占星術師のような役割を担っていたようです。星座は時代とともに増えたり、国によって違ったり、星座のない場所があったりして不便だということで、1930年に夜空を88の区画に分けました。こうしてすべての星は必ずどこかの星座に属することになりました。つまり星座は昔の人が描いた絵であり、さらに世界共通の区画、夜空の地図ともなりました。この星空を何千年もの昔の人が見ていたのだなと思うと、ふと星座ができた頃の人の心に触れたような不思議な気持ちになります。それでは最後に春の星座についてお話ししましょう。たくさんの花が咲き、外に出たくなる季節、春。お散歩しながら眩しくない場所へ移動し、スターウォッチングをしてみましょう。北斗七星をひしゃくに見立てると、逆さまになってまるで夜空に引っかかっているよう、中から水がこぼれ落ち、だから春の夜空は霞みかかったように見えるという話にも説得力があるように思えてきます。北斗七星は大熊座の一部、大きな熊の背中から尾にあたります。夜空の熊は尾が長いので、さらに伸ばして星座探しの目印にさせてもらいましょう。少しカーブしている尾をそのまま伸ばしていくと、明るい星が2つ見つかります。牛飼い座のアルクトゥルスと乙女座のスピカ、そしてこのラインが春の大曲線です。春の淡い星たちの中でひときわ目を引くのがアルクトゥルス。キラキラと目立っています。大熊と小熊の物語をご紹介いたしましょう。月と狩りの女神アルテミスに仕える森の妊婦たちは、
生涯結婚せずに忠誠を尽くすと誓っていました。しかし大神ゼウスに見初められた美しい妊婦のカリストはゼウスの子供を宿し、怒ったアルテミスによって熊の姿に変えられてしまいました。カリストの息子のアルカスは立派な狩人に成長し、ある日カリストの暮らす森の奥へと入って行きました。アルカスを見たカリストは自分が熊の姿になっていることを忘れて、思わず息子へと駆け寄りました。大きな熊が走ってきたことに驚いたアルカスは母に矢を向けたのです。それを見ていたゼウスが驚いて、アルカスも熊の姿にして二人を夜空に上げました。カリストが大熊、アルカスが子熊の姿になり、夜空で追いかけっこするように仲良く並んでいます。牛飼い座の物語です。ここに描かれているのはゼウスとの戦いに敗れた巨人族の一人、アトラスです。アトラスには天を支える仕事が与えられました。天を支える仕事はとてもつらく、いつしかアトラスの体には苔が生え、森林ができました。あまりの辛さに通りかかったペルセウスに声をかけ、自分を何も感じない石に変えてくれとお願いしました。ペルセウスは見るものすべてを石に変える怪物、メデューサの首を持っていたのです。石になったアトラスの姿はアフリカ北西部にアトラス山脈として見ることができます。アトラスの見下ろしている海が大西洋、アトランティックオーシャンです。さあ、そろそろ星空散歩も終わりに近づいてまいりました。皆様の頭の中ではどんな星が、惑星が、衛星が、銀河系が巡り巡っているでしょうか。ほんの少しの間だけ想像力を働かせてみましょう。現在の宇宙に存在しているすべての物質、すなわち恒星や銀河、惑星など宇宙空間に漂うすべての物質がまだ存在せず、ある一つの点に凝縮された状態です。その超高密度の一つの点から突如として物質的宇宙を構成する基本要素が出現します。ほんの一瞬の出来事です。これが137億年前、実際に起きたビッグバンと呼ばれる現象です。宇宙はどのようにして誕生したのか、これまで科学者から哲学者まで多くの人々がこの謎に思いを巡らせてきました。宇宙は常に存在してきたのか、いつも同じ状態で変化しないのか、宇宙に始まりがあったとすればいずれ終わりが来るのか、それとも永遠に存在し続けるのだろうか。どれも回答の得られない
大きな謎でした。しかし近年の観測結果から今ではいくつかの答えが見つかったと考えられています。ビッグバンによって物質だけでなく空間そのものも生じたこと、また遥かな未来には燃料を使い果たした星々が消えてゆき、宇宙が再び暗闇の世界になること、つまり宇宙の終焉についても分かり始めているのです。夜空の宝石のように輝く金星。人々は昔からこの美しい星を地球の兄弟惑星と考えてきました。ところがその思いとは裏腹に、実際の金星は太陽の光を遮る厚い雲に覆われ、その下には赤茶けた不気味な景色が広がっています。金星は地球よりわずかに小さいだけで化学組成もよく似ています。かつては月のような衛星や海があった可能性がありますが、現在は太陽系の中でもとりわけ荒涼としています。金星は厚さが60キロもある二酸化炭素の分厚い大気に包まれています。その大気密度は太陽系で最大、地球の90倍もあるので、人間が金星の表面を歩くなどできるはずがありません。あっという間に紙コップのようにぐしゃりと潰れ焼け焦げてしまうでしょう。表面温度は460度にもなり、鉛も溶けてしまうほどなのです。大気の最上層部では時速320キロの強風が吹き荒れています。地表では風がほとんどありませんが、大気密度が極端に高いせいで、そよ風のような弱い風でもまるで海の大波のような圧力を感じることでしょう。金星の次に訪れるのは水星です。岩石惑星の中で最も小さく、太陽に一番近いため、地球からは太陽の光に埋もれて見えにくいです。表面にはクレーターや岩の壁、古い火山などが立ちはだかるので、移動は困難でしょう。水星の自転軸は光点面に対し傾いていないので、太陽光は赤道部を常に真上から照らします。そのため日中の表面温度は400度を超え、夜になるとマイナス180度まで低下します。水星が太陽の周りを一周するのに要する期間は88地球日と短いですが、水星で太陽が昇ってからまた昇るまでの時間、つまり1日は地球のほぼ176日にもなるのです。これは太陽の周りを2回公転するごとに3回自転するためです。その結果、水星から見た太陽は場所によって特異な動きを見せます。ある場所では太陽が最高点を目指して昇った後、一旦止まって逆方向へ沈んでいくような動きを見せます。そしてまた停止したと思うと再び上昇し、最後には
西の空に小さくなりながら沈んでいきます。年齢は約46億歳。その寿命の半ばに差し掛かったところ、太陽。周囲をめぐる太陽系の星々がバラバラにならないようつなぎ止める役割を果たしています。一方で地球の生物のエネルギー源でもあるのです。太陽系全体の質量の 99% を太陽が占めており、惑星や衛星、小惑星といった残りの天体をかき集めてもわずか 1% にも満ちません。太陽は地球が100万個収まるほど巨大ですが、それでも恒星としては平凡な大きさです。オリオン座の恒星ベテルギウスは直径が太陽の700から1000倍もあるのです。他の恒星と同じく太陽も水素でできた巨大な球体で、核融合反応で発生した熱と光を拡散しています。有害な放射線を発する核分裂反応とは違い、原子が衝突してくっつく核融合反応はより大きなエネルギーを生み出します。太陽は核融合により毎秒およそ400万トン相当の物質をエネルギーに変換しています。太陽は銀河系の一本の腕の中ほどに位置しており、他の星々と同じように銀河の軸を中心に回転しています。銀河をぐるりと一巡りするのに要する時間は2億年から2億5000万年ほどです。次の目的地は地球から2番目に近く、直径が地球の半分ほどの惑星、火星です。この星の表面の眺めはとても素晴らしいです。北米大陸を横断するほど長く、深い峡谷が伸びていって、高くそびえる火山からは複雑な模様をなす平原を見渡せます。この平原にはかつて浅い海が存在した可能性があります。他にも氷でできた極寒や壮大な規模の砂丘、何百年も前に隕石が衝突してできたクレーター、小さな竜巻のような旋風など、火星には見物がたくさんあります。19世紀には縦横に伸びる峡谷を火星人が作った運河だと考える天文学者も現れました。しかし探査機が火星に到達するようになると、こうした考えは完全に否定されることになりました。しかし微生物が生きていけるほどの環境も火星には存在しないのでしょうか。地球の生物が生きていくには液体の水が欠かせません。火星は大気がとても薄く気温も低いため、地表に液体の水が存在できないのです。すぐに凍りつくか蒸発してしまいます。一方で地下には水が存在し、時折地表に流れ出た形跡が見つかっています。火星の地下には生物が生息できるような水のある環境が存在するのかもしれません。あ
歩けるような硬い地面はなく、地球の大きさの3倍もある赤いハリケーンが何百年間も吹き荒れる。時速360キロもの猛烈な風が大気を引き裂き、稲妻の光が空を駆け巡る。北極と南極にはオーロラが揺らめいている。このような世界が想像できるでしょうか。次の目的地、木星はまさにそんな世界なのです。この太陽系最大の惑星は、土星も含めた残りのすべての惑星をその中に放り込んでもまだ余裕があるほど大きいのです。63個以上の衛星がその周りを巡っている木星は、それだけで一つの小さな太陽系のように見えます。地球からはどれほど大きな望遠鏡を使ったとしても、木星の雲の最上部しか観測できません。簡単に言ってしまうと、ドロドロに溶けた巨大な雪玉の外側を眺めているに過ぎないのです。木星は恒星になり損ねた惑星だという人もいます。もう少し大きければ中心部で核融合の火が点火し、太陽のように熱と光を発するようになっていったというのです。もしそうなっていたら、地球の空には2つの太陽が輝いていたかもしれません。望遠鏡で初めて土星を目にした人は、大抵息を飲んで感動します。宇宙船が土星に近づき、その美しさを間近に眺められるようになりました。見た目の豪華さなら、太陽系で土星にかなう惑星はありません。ガリレオが自作の望遠鏡で土星を観測したのは1610年のこと。しかし当時の望遠鏡ではそれが土星本体とリングとは分からず、2つの小さな天体を伴った三つ子惑星と考えました。今では4つの巨大惑星すべてにリングがあることが分かっていますが、地球から望遠鏡でリングが見えるのは土星だけです。氷と塵のリングに包まれた土星の姿は、まるで原始太陽系の姿を真似ているかのようです。リングの直径は地球から見えている一番外側の栄冠が約27万キロで、地球と月の距離の3分の2ほどもあります。ジェット機のスピードなら栄冠を横切るのに10昼夜はかかりそうです。さらに驚くのは、リングの平均の厚さが数十メートルしかないこと。土星のリングを直径3キロに縮小すると、リングは紙1枚よりも薄くなるのです。宇宙船が天王星に近づくと、青緑色の宝石のようなその姿がだんだん明るく見えてきました。天王星と次に訪れる海王星は、どちらにも硬い地表が存在しません。青緑色に見えるのは、大気が太陽から届いた光のうち赤い波長を吸収し、青や緑の波長を跳ね返すためです。他の惑星とは違い、天王星の自転軸は軌道面に対し
98度も傾いています。はるか昔に巨大な物体と衝突した結果、ほとんど横倒し状態になったのです。現在は北極が太陽の方を向いています。このため天王星の片側では42年間にわたり昼が続き、その後やはり42年間にわたり長い夜が続くのです。また天王星には細く淡いリングが13本ありますが、自転軸が横倒しになっているせいで土星のように公転面上に並んでいるわけではありません。天王星には27個の衛星が見つかっていますが、その多くがイギリスの大劇作家シェイクスピアの作中人物にちなんでいます。大きな2つの衛星オベロンとティタニアは夏の夜の夢に登場する妖精の王と女王に由来しています。近づいてきた淡い青色の星は海王星。その気候の激しさは太陽系随一で、時速2000キロを超す風が吹き荒れています。他の木星型の惑星と同じように、海王星にも固い地表はありません。海王星を包む雲の温度はマイナス210度と冷たいですが、岩石と鉄からなる核の温度は太陽の表面温度よりも高いのです。猛烈な嵐が発生するのはこの熱が原因です。海王星の表面には木星の大赤斑と同じような嵐が見られますが、中でも最大の大暗斑は地球よりも大きいのです。海王星を取り巻くリングは全部で4本。2本は薄く広がっており、残りの2本は非常に細くあります。海王星は1846年に発見されましたが、観測ではなく計算の結果見つかったと言ってもいいでしょう。天王星の軌道に影響を与える巨大な何かが存在することから、よく調べてみると、海王星が天王星から16億キロも離れた軌道を巡っていることが分かったのです。発見以来160年余りが経過をしましたが、その間まだ太陽の周りを一周し終えていないのです。発見以来76年にわたって太陽系最遠の惑星とみなされてきた冥王星。しかし2006年にはその状況が一変しました。人気の高いスポーツ選手が2軍に降格されるかのように準惑星に再分類されました。発見当初、冥王星の大きさは地球並みだろうと考えられていました。遠すぎて正確な大きさがわからなかったのです。世界最大の望遠鏡を使っても単なる光のシミにしか見えず、ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した最良の写真でも、暗い部分と明るい部分がまだらに存在する小さな円盤に過ぎませんでした。しかし現在では地球の月より小さいことが分かっています。冥王星は単周期彗星のふるさととされる太陽系岩塩天体の一員です。冥王星の組成は岩塩と氷で彗星にとてもよく似ています。冥王星を太陽の近くに持ってくれば尾が発生し、彗星そっくりに見えるはずです。
冥王星は大型の衛星カロンを従えていますが、大きさがあまり違わないことから、両者を一緒にして二重順惑星とみなす天文学者も多いのです。太陽系の旅も終わりに近づき、宇宙船はふるさとを目指し飛行中です。地球以外の惑星を訪問し終えた今、地球の素晴らしさをこれまで以上に正しく理解できるようになりました。宇宙から見える地球は大気に含まれる窒素と表面の 71% を占める海のせいで濃い青色をしています。地球は時速1600キロで自転しながら太陽の周りを時速10万7300キロという猛スピードで駆け巡っています。地球に住むすべての人々、すなわち私たちはいつも宇宙旅行をしているのです。太陽からちょうどいい距離だけ離れている地球は、水が液体で存在できる程度に暖かいです。水はほとんどの生命体にとって必要不可欠な要素です。酸素がたっぷり含まれた大気には白い雲が渦巻き、地表は多様な表情を見せています。極地方は氷原で覆われ、赤道周辺の砂漠を取り囲むように草原が広がっています。温帯地方では山岳を青々とした森が取り巻いています。地球はこの宇宙で生命の存在が確認されているただ一つの星なのです。人類は地球上で一番速く走れるわけでも、取り立てて鋭い視力や聴力を持っているわけでもありません。しかし人間には他の生物にはない何かが備わっています。その何かとは、人間が家や車、橋や宇宙ステーションを作る能力でしょうか。それともあえて危険な場所を探求しようとする独特の欲求なのでしょうか。いずれにせよ、深海の底であろうと、凍りついた南極の氷床であろうと、人間は取りつかれたように調査し、果敢に探検します。地球の外に広がる宇宙空間も例外ではありません。今後数十年の間に人類は再び月を訪れ、火星にも挑むでしょう。やがては太陽系の一番外側の境界にまで到達する日が来るかもしれません。ですが、それもさらなる挑戦の始まりに過ぎないのです。未知の領域へ人類を駆り立てるものは何か。遥か遠くの惑星に異星人を発見すること、それとも深刻になってゆく環境問題でしょうか。何がきっかけになるかは分かりませんが、進み続けることは間違いないでしょう。いつの日か人類が恒星の世界へ向けて旅立つ時が来るでしょう。そして
その出発は宇宙の探求をさらに進め、新たな一歩となるはずです。